に舞う蝶たちを図鑑登録してくるのだ。カラスのギャワゾイだ。全然いねえんだよな。出たようこそ我が研究所へ。わしはポケモン博士のトリカブト。この地球にいるポケモンにそっくりな生き物たちを見つけ、リアルポケモン図鑑の完成を目指しておるぞ。さて早速今回のミッション発表といきたいが、準備はいいかガンスケ。ガンスケです。今日もいろんな生き物ゲットするぞ。よし、気合十分だな。今日のターゲットは何ですか博士。今回のテーマはズバリ虫タイプだ。最近はすっかり暖かくなってきて、すでに多くの昆虫たちが顔を出し始めている。それではミッションだ。春の虫といえば蝶。バタフリーやアゲハントにそっくりな蝶たちがたくさんいるそうだ。ガンスケ、早速現場に急行し、華麗に舞う蝶たちを図鑑登録してくるのだ。はい、ということでとりあえずでっかい公園に来てみました。蝶々を探していくんだけど、前回のヒレンジャクみたく明確なスポットがあるわけではないので、池があったり林があったり、とりあえず自然豊かなところにしました。お、早速ツツジの花が咲いてるけど不蝶はいないね。そもそも虫ちゃんといんのかね。虫食いは結構がっつりだね。まあ芋虫はいるってことだから蝶もいるはずなんだがな。ミツバチ結構動き回るなこいつ。よし止まった。西洋ミツバチ、虫、気候タイプ。甘い蜜や花粉団子を集めるミツハニーによく似た昆虫。女王と家族を守るため、働きバチたちは今日も花から花へせわしなく飛び回る。こいつはミツハニーそのものだな。黒い触覚に小さくて透明な羽。黄色と黒の縞模様の腹もそっくりだ。それからこのミツバチは足に花粉団子をつけているが、ミツハニーの進化系であるビークインも花粉団子という技を使うことができるぞ。またミツハニーはオスメスで見た目が違い、メスにだけ額に赤いマークがあるのだ。それで言うとミツバチは餌を集める働きバチがなんと全部メスなんですよ。そうだったのか。よく似た者同士だが逆に異なる点があることも実に面白い。さてミツバチはゲットしたけど、肝心のバタフライングザウルスが全然いねえんだよな。結構いろんな花を見たんだけど全部ミツバチなんだよね。ってことで水辺に来ましたわ。こういうところもね、なんかいろんな生き物いそうなんで見てみたいと思います。カラスのギャワゾイだるん。いや虫ですらないやんってのはわかるんですけど、行水みたいなの初めてだったんで、すいません、取らせていただきます。めっちゃ洗うやんこいつ。この子僕が見ただけでもう5回くらいやってますよ。でもがゆえに普段のカラスと違ってこいつらから清潔感感じるわ。ハシブトガラス、アク、気候タイプ。至る所で見かける闇カラスに似た漆黒の鳥。知能が高く自分に害をなす人間の顔を識別できる。水浴びをして羽を磨くなど意外と綺麗好き。これまたそっくりな生き物だな。まずは全身の黒い羽だな。黒は不吉の象徴というが、この2匹もそれぞれの世界で人々から忌避されやすい傾向にある。それから鳴き声について、これは進化系のドンカラスが特に似ている。
逆に違う点だが、頭のトサカやくちばしや足が黄色い点も異なっているな。ちなみに日本でよく見るカラスにはハシボソガラスという種類もいる。ハシとはくちばしのことで、くちばしが太く頭に丸みがあるのがハシブト、くちばしは細く頭がなだらかなのがハシボソだ。その法則で考えても闇カラスはハシブトの方が似ているな。あれから数時間探し回ったんですけど、結局蝶は一匹も見つかんなかった。今日はぼちぼち帰りますわ。波テントウ、虫タイプ、鮮やかな警戒色をまとったレディバに似た甲虫。背中の模様は天敵を威嚇するためのものだが、愛を育む間は敵に気づかないようだ。まさかの出会いだったが、こいつもちゃんとしたリアルポケモンだな。触覚、羽の模様、6本の足、すべて完璧にリンクしているな。ちなみにレディバは5つ星ポケモンだが、波テントウは今回の2種類以外に4つ星や無地など200種類以上の模様があるそうだ。やばい。ありえないことが。ありえないことが起きてる。どういうこと？これ、八つ頭だよね。ちょっとマジか。頭が追いついてない。ここ普通の郊外の住宅街よ。ガンスケ、一旦落ち着け。こいつは一体何なのだ。八つ頭は渡り鳥で、春に東南アジアからシベリア方面に渡る際、たまーに日本で見られる名鳥なんですけど、石垣島とか南西諸島ばっかりで、本州のこんな郊外ではめったに見られないんですよ。なんとまるで伝説ポケモンだな。にしてもかわいいねー。こうやって地面つついて餌を探し回るんだね。うわ、すげえ、食った。せっかくならあのシーンも見たいな。出たー。八つ頭はああやって主に威嚇するときに冠羽を開くんですよ。今のは全開じゃないだろうけど、見れて嬉しいわ。ちなみに全開状態がこれ。この冠羽が8つの頭に見えたから八つ頭という名前がついたっていう説があるみたい。にしてもこいつ警戒心薄いな。3メートルぐらいしか離れてないよ。お、また食ったね。では行かせていただきやす。八つ頭、炎、飛行タイプ、細長いくちばしで乱れ月からドリルくちばしを繰り出し、土中の獲物を仕留める伝説級の鳥。冠羽を閉じればファイヤー、開けば鬼ドリルを思わせる独特の姿で人々を魅了する。レア度は伝説級だが、似ているポケモンも伝説級とはな。細長いくちばしと長いオレンジの冠羽が実によく似ていると思わんか。そしてひとたび冠羽を開くと、今度は鬼ドリルの番だ。もはや説明不要だな。頭の形がそっくりだ。さらに鬼ドリルは遥か太古の壁画の中に描かれていることが分かっているが、なんとこの八つ頭も古代エジプトの壁画やヒエログリフに登場し、ユニコードで文字として打つことができるのだ。見た目だけでなく人の文化にまで同じように関係するとは本当に面白いな。いやいや、ミッション失敗した時はどうしようかと思ったが、最後の最後で大逆転を果たしたな、ガンスケ。
これはもう持ってるとしか言えませんね。まったくすぐ調子に乗り上がる。いやでも本当に人生で一回会えたらなーってずっと思ってた鳥だったんで、本当にびっくりしました。こういうのがあるから生き物観察って面白いですよね。それは間違いないな。ここまで見てくれた諸君、我々はこれからたくさんのリアルポケモンを見つけていくぞ。これからの調査のためにもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回。みんなも生き物ゲットだぞ。